はい、入ってきました。はい、じゃあ踏切を渡っていきましょう。では今からですね、機関港の方に向かって SL が発車するのを見届けようとしたんですけど、今汽笛聞こえましたよね。はい、発車していきましたね。でも皆さん安心してください。はい、安心してください。履いてますからじゃないですよ。ちゃんと SL がね、動いてるのを見ることができますよ。というのはね、僕が京都鉄道博物館に、何時ぐらいに来たらいいですかっていうふうに尋ねられた時にですね、できれば4時ぐらいを、挟むように、要は例えば2時から5時ぐらいで来た方がいいですよというふうにご案内しております。今回もね、3時から5時ぐらいの間で、見学を、執り行っているわけなんですけども、どうしてかというとですね、この SL の最終が、今出ていったところなんですね。で、SL 戻ってきて、で、転車台を回しまして、その自分が、本来いる車庫にね、戻っていくという、そういう景色を、風景を見ることができるからなんですよ。で、これもね、ただなんですよ。はい。ですので、今回はあえて乗らずにですね、機関車が戻ってくるところをですね、見届けて、そして転車台に入るところもしっかり見届けるという、そういうツアーになっております。はい、やってきました。こちら機関港ですね。すごいでしょ。さっきまでとはね、全然打って変わって、景色が違いますし、蒸気機関車たちが勢揃いしています。うわー、すごいな。そこにも蒸気機関車がおりまして、こちらにもですね、たくさんの蒸気機関車が自動に回しております。はい、梅小路蒸気機関車庫ですね。これが正式名称だそうです。そして、こちらが転車台です。今からですね、SL に使っていた、機関車がここを回るということですね。はい。これをね、多分一個一個説明してたらものすごい時間かかると思うんで。はい。ということで、場所取りをしたいと思うんですけど、僕のおすすめは、だいたいこの辺ですね。というのは、向こうからね、カーブ曲がって電車が来るのが、よくわかると、よく見えるんですよね。で、停車台は、こっちですね。なので、ちょっとこの辺で、今日はこの辺で、陣取っていきましょうか。線路がこう伸びてるんで、こんな感じでね、転車台に入ってくるということです。で、今、係の方々が、そのね、機関車がやってきて、転車台を回す準備をしております。で、これ楽しみにしておいてくださいよ、これ。本格的なんでね。僕もね、本格的に映るように、ちょっと頑張って撮影しますんで。さあ、機関車の明かりが見えてきました。今ね、係の方が、立っているところの横をですね、機関車が、通り抜けてまいります。さあ、来ました。はい。来ましたよ、ヘッドマークをつけて。こうやって望遠で見ると、なんか、どっかの山の中の駅に機関車が入ってくるみたいですね。はい。ということで、この、機関車、86っていうね、愛称で親しまれている機関車だそうなんですけども、この86号がですね、今日の任務をすべて終えて、
到着いたしました。ちょっと今ポって言いましたね。この機関車は結構汽笛が甲高いタイプみたいですね。はい、今案内がありましたけども、すすとかね、あと煙を出す乗り物ですからね、決して、小綺麗なものではないとね申し上げておきますけど、ですのでですね、昔なんかね、特に機関車ね、トンネルの中入ろうもんだったら車内にすすが充満して窓を開けてたらねっていうような、そういうことがねあったって言われるものですので、ぜひねこれを見られる際はね、あんまりおしゃれとか自信を持ったね服装で来られないようなことをねお勧めいたします。服が汚れるかもしれないんでね、って言ってもね、この距離だったらあんまりね汚れないですね。はい、馬が息をするかのごとくですね、この水を出しましてですね、蒸気ですね、蒸気をこの下に出しまして、はい、はい、機関車がゆっくりとですね、わあ、この車輪の動きがダイナミックでいいですよね。これ電車台に入場しております。はい、ではここからですね、電車台が動くのを観察してみましょう。はい、ここはスペースが空きましたんで、間近で機関車を見ることができるようですね。キレがいい汽笛ですね。はい、機関車はですね、こちらに給湯給炭設備がありますので、今からですねバックをしてまいります。はい、みんなもう注目の的ですね。どんどん人がね機関車の方向に、向かってですね、歩いていっております。はい、ということで機
感謝ね、動いてるのをご覧いただきましたが、はい、大量のすすがね、出ております。この時間こそね、本当にすすに気をつけてくれということですね。すごいですね、これ。本当に。空の色を汚さんとばかりにね、すすが出ているのはね、いやー、こんな光景もね、珍しいんで、ちょっと動画にしてみました。で、私たちはですね、あっちの方を見学に行きたいなと思ったんですけど、このね、すすがある関係ですね、ここがまだ閉鎖されてますので、これまだ行けなくなってますので、先にですね、2階の方から、見ていこうかなというふうに思います。2階はこちらです。まあ、館内からも2階に上がることができはするんですけど、ここからもね、実は行けるんですよ。はい、特急はるか号がめっちゃよく見えますね。そう、ここからもね、実は電車がよく見えてね、本当にこの鉄道博物館に来たらやることばっかっすよ、本当。いろんなとこでね、電車が見れるし。なんかブレーキを解除する音が聞こえますね。このはるか出るのかな、今から。なんか出る様子はないですね。なんかブレーキの解除試験を何回かやってるみたいですね。なんかそういうこともたまにあるんですよね。ブレーキ解除したから出るかなと思ったら、ねえ、なんかずっとピュー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 言ってね、全然動かないとかね。まあ、安全点検はね、日常の安全点検はね、電車にとってもね、大事ですからね。はい。蒸気機関車はこんな感じで上から見ることができます。で、梅小内蒸気機関車港ですね。かっこいいですね。この上からこの赤いね、なんか部分、これレッドカーペットみたいですげえかっこいいな。あ、動き出した。あれ今ちょっとモーターの音が聞こえたんですけど、はい。まあ、動かなさそうなんで。特急はるかもいつかロケしたいですね。まあ、関空にはね、LCC が何社か出てるんで、それに乗りに行くロケなんかもやってもいいと思うんですけど、飛行機はね、あんまり乗ってないですね。まあ、旅行 YouTuber なんで、そろそろ飛行機も乗ろうかなと思ってるんですけど、なかなか旅のいい組み合わせが、なんかどっか行ってほしいとかいうね、リクエストがあったら皆さんね、してくださいね。旅行専門なんで一応。はい。ということで、これ、連絡デッキということで、展望が楽しめるような、デッキでした。そしてあそこですね、レストランがございます。このね、電車、さっきのはるか号がいたあたりとかを望めていいんですよね。そしてこれが、相当、古い自動改札機があります。これ多分弁天町の時代からあるんかな。はい。2階はですね、1階がですね、結構その、鉄道の技術、を中心に、結構オタクチックなところがあったと思うんですけど、2階はですね、鉄道の旅客サービス、そういったものを中心に、展示してあるというのが、特徴になっております。例えばこんな感じで、これはグランクラスのね、席ですね。いや、これはね、一回座ってみたいんですけど、とにかくね、料金がタコつくんですよね。はい。で、こちらはですね、企画展ですね、企画展の会場になってて、お弁当なんかが、展示してあります。
駅弁もね、最近食べるようになったんですけど、なんで食べるようになったかっていうと、これはね、ロケをね、YouTube を本格的に始めてからね、皆さんに見せるものとして食べてるんで、なんかね、この YouTube をやり始めてからがっつり、ね、旅行できるようになったと、そういう印象ですよね。はい。これもですね、寝台ですね。で、この寝台もですね、先ほど下で581型ね、クハネ581型っていうのを見せたと思うんですけども、それみたいにですね、工夫が凝らされているようになっていまして、これをですね、折りたたんで、上に収納することができるようになってて、昼間はですね、座席としてこの下の部分だけ、使うことができます。僕はね、どっちかっていうとね、この1階のなんかオタクチックな展示よりも、2階の方が、好きですよね。はい。で、ここにですね、駅の自動販売機と、あとこれですね、いろんな行き先をね、表示させることができる、やつがあります。で、昔のこの駅とですね、今の駅の改札がすごい対比して展示されているのが面白いところなんじゃないかなと思います。僕はこっちの方が好きなんでこっちに行きますっていうねそういうことが、それでもいいでしょ全然これ丹波口という駅のね、昔の姿を、再現したようでして、丹波口というのは、ここからですね、山陰本線で一駅行ったところにあります。で、見ると米原、敦賀、福井、金沢の沢がね、昔の地ですね、富山、東京、京都、それはなんだ、奈良ですね、奈良、大阪、神戸、明石って書いてありますね。この辺の駅まで利用する人が多かったということでしょう。はい、関係者以外立ち入り禁止というふうになってますね。これが昔の駅のね、駅務室っていうんですかね、チップ売り場ってあるとか、あと荷物もね、扱ってたということでね、あそこにね、段ボールが2つあります。これは意図的に置いてあるのか、それともここになんか新しく置くものをまだ準備として、箱の中に入れてやるのか、どっちかわからないですけど、とにかく昔は駅で荷物を扱ってたことがあるんですね。はい。仕組みとしては宅急便とかと一緒ですね。で、駅で受け取ったりとか駅で送ったりとかそういうことが、できたんですよね。はい、これ荷物車と言われてるやつですね。はい、荷物車だ。すぐに50ってことですね。これはですね、貨物じゃなくて荷物って言って、要は宅急便みたいな感じのノリでね、送る荷物をですね、個人がね送るような荷物をですね、取り扱っていた時期があるんですよ。日本の鉄道の歴史でね。今はね全然やってないんですよ、そういうことは。で、ここに郵便もありますけど、郵便もね鉄道で送ってた時代があるんですよ。今もね、新幹線で、魚を運んだりとか、そういうような取り組みがまたね始まってますけど、あれはね実際の復活と見ていいと思います。昔はですね、貨物はね今もやってますけど、荷物としてね、要は人がね人宛てに送るような、そういう、個人宛てに送るような、そういうようなものもやっててですね。で、あとこれ郵便車ですね。この郵便局のマークが書いてありますけども、郵便をですね駅に送って、そこからねまた郵便車がね来て、で運んでいくというようなことが、昔はやられてたということですね。今はねもうやっているのかな。今も多分やってないと思いますね。ということでまたこっち戻ってきましたね。じゃあ新しい方ちょっと通ってみましょうか。なんか切符なしで通るとちょっとねゾクッとしますよね。あれなんか閉じられたらどうしようってね、ちょっとビクビクしますよね。ね、慣れって怖いもんですよ、本当。この上は新幹線のね車両の横の部分をね再現してあります。
で、あっちには、鉄道の運転シミュレーターがございまして、で、こちらですね、鉄道模型が、あります。ちょっと見ましょうか。はい。ここにですね、歴代の新幹線がおります。で、こちらが今、よく走っている N700 系新幹線ですね。1個手前が700系です。で、先ほど展示してあった500系。で、これも見ましたね、100系。で、0系という風に新幹線の歴史はね、古くなっていきます。で、この一番下にいるのはですね、これは東北新幹線の車両ですね。はい。東北新幹線の車両。で、これはですね、東北新幹線に乗るぞっていうね、動画があるんで、それ見ていただけたらと思うんですけども、時速320キロ出すんですね。でそれがね、通過してくるところをね、見て、なんかクジラがジャンプして海に飛び込んだ時のような音がするというね、わけのわからない感想を言っているので、それもね、ちょっと聞いてみてください。さあ、来ました。おー、すごい音。おー、なんだろう、例えて言うと見たことないですけど、クジラがね、ジャンプして海に飛び込むみたいな、なんかそんなね、音がしましたね。阪急電車がいますね。なんか私鉄の車両を見ると、なんかすごい新鮮な感じですね。ここ JR のね、博物館なんで、基本ね、私鉄の車両はね、いないんですけど、なんか阪急電車がね、いますね。なんだろうこれ、オペレーターメッセージって書いてありますね。オペレーターってどういうことなんだろう。阪急電車、鉄8000系電車って書いてありますね。はい。その他は全部 JR の車両ですね。いや、すごいですね。阪急も度胸がありますね。こんな JR の中にね、堂々と姿を現すなんてね、かなりね、見習うべきだと思います。はい。で、今日はもう終了してるんですけども、いや、頼もしいですね。なんか、入ろうとしたらどうぞって言って入れてくれました。ここはですね、鉄道模型が1時間ごとぐらいかな、に、走るのを見せてくれる、そういう場所になっております。で、今はね、だから走らないんですけども、あれこれなんか、これ京都駅かな。いや、京都駅ではなさそうですね、これ。もうどこの駅なんやろ。ちょっとどこの駅を再現したかわからないんですけど、なんかこれすごいですね。私鉄ですよ、これ。はい。これ、京阪特急の8000系電車がいますね。で、こっちに阪急電車がいますね。なんか私鉄大丈夫なのかな。大丈夫、多分、大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど。で、ここには近鉄の、特急の島風がいますね。で、嬉しいな、これ。名鉄電車だ。すごいですね、これ。名鉄の、これは2000系特急電車ですね。特にこれ相性ついてないんですけども、パノラマスーパーに変わってですね、パノラマスーパーも今いるんですけども、中部国際空港ができた時に2005年ぐらいにね、登場した、特急電車の増備用として、登場した電車がいてるんですけど、うわ、嬉しいな、これ。
電車ですね。この電車だけなんかライトついてますけど、南海の特急ラピートがいますね。はい、これは JR ですね。JR の気動車、ディーゼルカーがいますね。これもたまにね、ロケで、鳥取のロケとかで出てきたかな。はい、今日はね、鳥取砂丘って、あるのは知ってるけど、鳥取駅から、どうやって行ったらええねんってね、思ってはる方もぜひね、見てみてください。参考にしていただければと思います。意外とっていうか、めっちゃ簡単に行けるんでね。で、遠く見るとこんな感じで新幹線がねいますね。で、この緑色の帯のはこれ借景新幹線なんですけれども、引退するときは、そのさっき言って博物館に、展示してあった要は元のねオリジナルカラーで走ってたんですけども、そのちょっと前はですねJR 西日本が、独自に塗った色でね走っていました。はい。で、これが京都駅なんかな、それっぽいですね。京都駅ですね、これ。一番後ろにいるのが、これが、特急サンダーバードかな。で、その手前が、サンライズですね。寝台特急サンライズですね。で、この寝台特急サンライズは京都駅通過するので、あそこのホームに多分入らないと思います。で、一番奥には、カシオペアがいて、で、スーパー白桃がいて、これはなんだこれはなんだ水風ですね。トワイライトエクスプレス水風。で、その前の白い電車、特急はるかで、ディーゼル機関車がいて、トワイライトエクスプレスかなんかを引っ張ってるんですね。はい。で、この高架のやつが新幹線で、ここがだから京都鉄道博物館なのかな。で、ここになんか電車がいます。これはですね、413系電車って言って、実は相当前にねロケしたことある電車ですね。北陸で国鉄型電車で行こうということで、金沢から富山までこの電車乗ってます。で、蒸気機関車がいて、で、その周りになんか電車がいるというようになってますね。ここにいるのはこれ新幹線ですね。これ新幹線の100系の2階建てのやつがいるんですね。はい。
で、実際はあんなことはできません。はい。そうです。あれ、今見たのはですね、多分、鉄道マニアの誰かが夢で描いてるような世界ですね。実際あんなことはできないんですよ。なんでかわかります？線路と電圧が違うからです。まず電車をね、走らせようと思ったらですね、線路の幅を、設定しないといけなくて、これちょうどいいですね。いい例えがですね、これ、JR の在来線で走ってる、これ寝台特急ですね。で、これ在来線の機関車で、新幹線ですね。で、もしこういう並びをですね、実際に実現しようと思ったら、この車両の幅、これですね、橋基って言います。確か1000何ミリやったと思うんですけども、そのね、線路の幅で、しかこの電車は走れませんと。で、こっち新幹線はですね、標準基と言いまして、1400何ミリだったかな。要は3センチぐらいですね、線路の幅が違うわけなんですよ。ですので、こういう風に並べたかったら、お互い違う線路をね、下に引かないといけない、ということになっております。で、この真ん中にあるのが、これがですね、線路が3つあるということで、3つっていうか、3つの線がありますよね。ですので、ここはね、新幹線と在来線が、両方とも入れるんですけど、はい。ですので、さっきの模型にはいろんな電車がね、いましたけども、転車台のところに新幹線の車両がいたのはですね、あれはね、現実から考えたらおかしいですね。あそこだけ線路の幅が違うようになっているんだったら話は別ですけど、でも同じ幅でしたからね。鉄道模型はね、全部ね、線路の幅は同じですけど。はい。で、こちらが、電車のシミュレーターですね。電車の運転をね、してみたいという方は、ぜひここでやってみてください。ゲーセンでもね、なんか電車で GO とかありますけど、僕あんまね、ゲーセン好きじゃないんですよ。やかましいんでね。ここは結構静かなんで、いいんじゃないかなというふうに思いますけど、どうでしょうか。はい。ということで、今日の、ハイライトのようなね、景色をご覧いただいてますけども、こんな感じでですね、2階からは、1階の展示を上から見下ろすことができます。確か大宮の鉄道博物館にもですね、こんなのがあったと思うんですけども、ただここからだとちょっと500系とかがよく見えないな。こっちから見た方がいいのかな。こっちからの方がね、なんかいいですね。車庫の一部みたいで。はい。こんな感じです。ちょっと広角にしてみましょうか。はい、こんな感じで電車がいっぱいですね。いやー、気分がいいです。はい。それでは、1階の方に降りていきましょう。これいいですね。これエスカレーターをずっとまっすぐ行った先にこの新幹線のね、ゼロ系新幹線が待ってる。これすごいですよ。これ直線こうまっすぐですね。これこれ偶然なのかな、偶然なのか演出なのかね、わかんないですけど、いいですね。これ新幹線をこう見ながらですよ、こうエスカレーター下がっていくことができるんですよね。わ、これいいな。いや、僕京都鉄道博物館ってもう年3ぐらいでね、来てて、何にも目的もなく、なんかね、京都にね、ちょっと行こうかなっていうついでに来てたりするんですけど、いや、こういう演出は全然知らなかったです。やっぱ来るたびに発見があって、いいですね、ここ。さあ、お時間もあともう20分ぐらいしかないんでね。はい。すごいな、もう1時間半以上喋りっぱなしっすよ。こんなロケ。なかなかやらないんですけどね。そうですよ、本当に喋りっぱなしですからね。いつものシェア自転車のロケとかって、自転車漕いでる時とか、早回しになってると思うんですけど、その時は全然喋ってないですからね。あと水飲んでる時とかね。でも今日はね、ほとんどノーカットです。はい。こちらの、EF58 というふうに書いてありますけども、これはですね、昔客車を引っ張ってた、電気機関車になっています。で、最初にご紹介したね、湘南電車みたいな、のがね、
出てくる前はですね、こういった客車で乗ってですね、引っ張っていたということなんですね、長距離の電車を。はい。で、これがブルートレインということで、これもですね、さっきの581型みたいに、昼間はこう座席で、夜はですね、こうやって寝台に、寝台の様子、これだ、こういう風になるという風になってるんですね。で、皆さんこれ何かわかりますか？これはですね、洗面台です。で、洗面台がどうしてこんなところにあるかというと、さっきですね、機関車はすすをね、ばらまいて、服が汚れるかもしれないということで、体もね、汚れるかもしれないんですよ。ですので、主要な駅とか乗り換える駅には、こうやって顔をね、洗えるように、そして、化粧直しとかもね、できるような、そういう設備があったということになっています。これね、ちょっと前まで前原駅にあったような気がするんですけどね、いつかなくなっちゃったんですよね。はい。で、こちら側にあるのは、ご存知、トワイライトエクスプレスですね。その客車を、引っ張っていた電車、電気機関車になっています。やっぱりこれはね、高級感ありますよね。そう、さっきのね、電気機関車の、話で、ちょっとね、うっかりね、紹介するの忘れてたやつがあるんですよ、中に。はい、いけないと思って、ちょっと見に行きましょうか。ですね、そう、ここにもね、制服とかヘッドマークの歴史、鉄道の歴史ですね、そういうのが、いろいろと展示してあるんですけど、ここじゃなくてですね、あれですね。ちょっとあれを忘れてました。そう、こう踏切渡ったんですけどね。あれなんでこれ気づかなかったんだろう。はい、これです。こだまって書いてありますね。はい、これこだまってこれ昔の新幹線じゃないですよ。新幹線がね、デビューする前にですね、東京大阪間を走っていた、ビジネス特急ということで、この電車が、製造されたんですね。で、これはなんで製造されたかっていうと、先ほどの従来は特急は電気機関車が引っ張ってたんだけども、80系電車、いわゆる湘南電車の登場によってですね、電車でも快適に移動ができるということが分かりましたんで、このですね、特急電車を作ってですね、で、速度も向上しましてですね、で、ここはですね、もうちょっと入れないみたいなんですけども、運転台の見学もできるということですね。はい、ということで、最後にね、この、特急こだま、形式でいうと151系電車ですね、これをご紹介しました。東京から大阪は確か8時間だったかな、6時間か8時間がちょっとどっちかやったと思うんですけども、それで、結んでいたというですね、なので東京から、大阪をですね、日帰りできる。で、こだまっていうのは、要は山彦みたいな意味で、帰ってくるっていうね、そういう意味があると思うんですけども、行ったらまたね、帰ってくるというような。で、電車がね、早くなるとどうしてもね、出張する時の楽しみっていうのはやっぱりね、現地に泊まってね、仕事終わってからね、現地のお酒とか現地の食べ物とかね、楽しんで、それでホテルに泊まると。で、翌日、また帰ってくるというような、そういうのがね、昔の、出張の楽しみやったと思うんですけども、
それがね、電車が早くなるとね、それができなくなって、日帰りで帰ってきなさいというね、そういう風になるんですよね。まあその分ね、経費の削減とか、会社のね、に役に立ってると思うんですけど、でもやっぱりね、出張する側からしたら寂しいですよね。で、まあその手の話が出てきたんでね、一つね、ブルートレインが、なくなって寂しいという、特に鉄道マニアの方は、おっしゃっていると思います。まあ自分もね、ちょっと寂しい気はするんですけども、でも、それにはね、理由があって、ブルートレインっていうのはね、皆さん、亡くなって寂しいっていう人は結構旅行がね、好きな方が多いと思うんですけど、ブルートレインの一番のね、稼ぎどころっていうのはやっぱりビジネス客やったんですね。ですので、まあ、例えば東京からね、広島の方とか福岡の方とかに夜移動して朝作って、で、その次の日の朝の会期に出るというような使い方をしている人が昔は結構いたんですね。鉄道を利用するっていうのは、まあ、通勤電車っていうね、言葉があるからお察しがつくと思うんですけど、ビジネスでね、利用するというのが、結構な大半になってくるんです。で、旅行で利用するっていうのは、それに比べると結構一部に過ぎないというような場合が多いですね。観光鉄道とかそういうのは別ですよ。あと、立山黒部のね、アルペンルートのね、あそこに鉄道いっぱいありますけども、あれをね、ビジネスで使う人はね、多分、ちょっとしかいないと思うんですけど、それ以外のね、例えばまあ、京阪電車とか、阪急電車とかね、そういうのはね、ビジネスで使う人が多くて、なので朝とか夕方は本数が、多くなってるんですね。ラッシュアワーということで。はい。じゃあ最後はね、この機関庫、機関庫の中をね、サクッとご紹介したいと思います。このね、機関車はね、先ほどいっぱい見せたと思いますので、この機関車たちね、どうやって見るかっていうのをね、最後に、見たいと思います。はい、ここですね。機関車の後ろに説明がありますね。まずこれ英国製なんとか、テンダー式蒸気機関車ということで、この機関車はどこで活躍したかっていうのがね書いてあって、それをね見ていただきたいと。で見てね親近感をね深めていただきたいというふうに思っているんですよ。で、ここ見ると、はい、岐阜県の美濃田機関区に配置されてましたということで、美濃田っていうのは岐阜市の近くにあって、高山線というね、線路の、所属駅となっております。なので、まあ、岐阜の人なんかね、これを見たら、これね、オレンタワーの近くにね、走っとったんや、言うて、結構、親近感が湧くんちゃうかなというふうに思います。はい。じゃあ、もう一個ぐらいね、ちょっと見ていきましょうか。じゃあ、この C の61ってやつですね。わー、でかいな、これ。この機関車はね、この動輪とか車輪とか言うんですけどね、この、僕の身長がね、今この高さなんですよ。160、今7センチぐらいあるんですけど、それと同じぐらいのね、大きさなんですよね。だから昔の日本人ってもっとね、小さかったんですけど、平均身長がね。なのにこんなのよく作ったなと思いますよね。そういうところもちょっと見ながら機関車を観察するといいと思います。はい。日本最大の旅客用蒸気機関車 C62 ということですね。はい。で、これはですね、結構なところで、使われたということで、まあ、山陽本線ということで、この九州のね、方に行く電車でして使われてたということです。わあ、めっちゃもう、大音量で、蛍の光が鳴り始めてるんでね。じゃあそろそろ、この博物館の見学も終わりましょうか。
で、こうやって見るとね、ここのね、いいですよね。この野球場のね、作りとかに似てますよね。甲子園球場のね、ツタが張ってるところによく似ているんじゃないかなと思います。はい、ということで、いやー、終わりますよ。そろそろ、この鉄道博物館の見学を終えてまいりたいと思います。最後はですね、この旧二条駅舎、もともと二条駅として使われてたものをですね、移築して、したという、ここにね、あるということなんですけど、すごくないですか？これ、本当に移築したんですかね？だって、ね、こんな大きいものをね、超大変やったと思いますよ、これ。さあで、ここにはですね、結構もう、マニア大喜びの模型コーナーがあります。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。京都鉄道博物館に、行ってきました。ね、一緒に見学しているような気分になれたら、嬉しいなと思います。入場料は大人1200円になっております。で、この1200円でもってですね、SL が動くところが見れたりとかね、あといろんな展示も見れたりするので、結構コスパがいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、皆さんもぜひ、京都に来られたら、ここね、特に、夕方の4時ぐらいを挟む時間で、見学していただけるといいんじゃないかなと思います。なぜなら SL が動くところが見えるからですね。はい。で、帰りもね、JR で行ってもいいんですけども、この時間だとね、JR も混むかもしれないんで、実はですね、この博物館の前からバスがね、バスってね、発音がなんか変になった。バスがね、結構な本数出ていまして、そこでね、それ乗ると京都駅とか、あと四条の方まで行くことができるんで、帰りはね、それに乗って京都駅まで行って終わりにしましょう。はい。バスがね、ゆっくりやってきました。回送車って書いてありますけど、ここで、お客さん降ろすのかな？降ろさないみたいですね。はい、回送車で来ましたけども、これが京都行きのバスになるんですね。えらいでかいですね、後ろの方向幕。回送車ってめっちゃでかく書いてありますね。はい、86番の、京都駅祇園平安神宮行きです。じゃあこっちに乗っていきましょうかね。京都のバスの案内の仕方で、京都駅から祇園、平安神宮行きですっていうのがね、特徴的ですよね。何々からってですね、岡崎公園って書いてあるんですね。これ愛知県の岡崎じゃないですよね、これ。じゃあ座ろう。扉が閉まります。扉が閉まります。扉が閉まります。市バスをご利用いただきましてありがとうございます。このバスは京都駅から東山7条清水道祇園動物園美術館へ参ります。次は梅小路公園 JR 梅小路京都西駅前梅小路公園 JR 梅小路京都西駅前です。はい、ということで京都駅に到着しました。京都駅前バス乗り場ということでね、京都の市バス以外にもいろんなバスが来てて、見ててすごい楽しいですよね。鉄道博物館がね、今日鉄道博物館が京都の電車の、博物館だとしたらですね、この京都駅前バス乗り場というのは、バスのね、博物館ですね。
博物館って言ってもね、現役のバスがね、走ってるんでね、そんなね、年季が入ったやつとかね、そういうのはいないんですけどね。はい、ということで、京都駅で、京都駅までのね、鉄道博物館から見方をご紹介しましたけども、86系統とあと88系統っていうのもね、あって、だいたい15分に1本ぐらいずつ、ございますので、これを利用してね、京都駅からも、博物館からもね、行くことができます。使用時間はね、ちょっと電車よりもね、多めで、だいたい17、8分ぐらい、かかりましたね。でもね、座れるしね、外の景色も十分見れるし、楽しかったと思いますよ。はい、今ね JR バスをね映してますけど、はい、こんな感じでいろんなバスが来てるんですね。でこれがですね、冒頭京都駅の紹介でも申し上げましたが、京都駅の1996年か7年ぐらいに建ってるね、新しいビルになってます。新しいって言ってもね、もう何年だ、25年ぐらいね、経つんですけどね、当時ね、僕小学生やったんですけどね、名古屋住んでて、でこっちの方におばあちゃん住んでたんでね、京都駅のね、新しいやつ見せてもらった時、本当にね、すっげえなこれってね、思った覚えがあるんで、未だにね、これ見ると新しいね、駅ビルっていう風になるんですけど、もうね、四半世紀以上経ってます。はい。じゃあね、僕はちょっと京都駅で、用事があるのでね、もともと用事があってね、京都に来てるんでね、それを済ましてからね、またビデオを回し始めたいと思います。